皆さんこんにちは。ついに今年もやってきました。待ちに待ったクリスマスが。ということで今回は今年初めてのクリスマススイーツを作っていきたいと思います。今年も可愛いクリスマススイーツをたくさん作ろうと思うんだけど、まず今回第1弾は真っ白な雪国をイメージしたおしゃれな感じのクリスマススイーツを作ろうかなって思って白色のマカロンから作り始めてます。クリスマスカラーって言ったら赤と緑と白の3色があると思うんだけど、やっぱりいつも赤とか緑が主役になりがちなので、今回は一味変えて白色を主役にしてあげることにしました。マカロンが絞り終わりました。ちょっと今回緩かったかな。なんか形がところどころいびつなものがあるんだけど、まあ焼いたら大丈夫かな。とりあえずこれは乾燥させていきます。そしたら次はクッキー生地を作っていきます。去年のクリスマスにお菓子の家を作ったんだけど、その時が初めてのアイシングだったのね。この1年間アイシングたくさんやってきたから、さすがに上達したんじゃないかな。なので今年もお菓子のお家を作ってアップグレードさせちゃいたいと思います。ちょっとね、ブラウン寄りのクッキーにしたいから、ココアパウダーを足しました。ちょっと足しすぎちゃったかな。大丈夫かな。怖いんだけど。作ったクッキー生地は冷蔵庫で2時間くらい冷やしておきます。次はスポンジ生地を作っていきます。マカロンとお菓子のお家以外にもテーマに合わせたスイーツをいくつか作ろうと思っているので、先に発表しちゃうね。今回はこちらの4品を作ろうと思っております。この中で一番重くなりそうなのはお菓子のお家なんだけど、ニット帽のケーキも作ったことがないから、ニットの模様をクリームで絞るのとかちょっと難しそうだよね。まあいろいろ不安はあるんだけど、とりあえず挑戦してみるっていうのも大事だからね。今回も可愛いスイーツたちのために張り切って作っていきます。さあ行くぞ。ということで今作ってるスポンジはニット帽のケーキに使おうと思ってます。ドーム型のケーキを初めて作るんだけどさ、スポンジをロールケーキの型で焼くか5号サイズの型で焼くかすごい悩んだんだよね。どっちでも作れる気がするんだけど、結局ロールケーキの型で焼いて、後から必要な型でくり抜いて作ることにしました。実はまだドームの型に使うお皿とかを決めてなくて、生地の分量がこれで問題ないかっていうのは分かんないけど、とりあえず勘でやってます。お相手しましょう。よし、そしたらね、これは焼いてきます。焼けましたということでね、取り出していきましょう。せーの、よいしょ。オッケー。そしたら4つ目のスイーツのパンナコッタを作っていきます。これを作るたびに言ってるかもしれないんだけど、スイーツの中でもパンナコッタは本当に作りやすいので、気軽にお菓子作りしたいみたいな人にはね、おすすめのスイーツになってます。今回はできるだけ白いスイーツを作りたいなって思ってて、ミルクプリンとか真っ白のロールケーキとかレアチーズケーキとかいろいろ候補があったんだけど、他のスイーツとの相性とか作る手間のバランスとかを考えてパンナコッタを選びました。今回はこのね、2種類の型に流し入れていきます。こっちはね、型から外そうと思ってるので、ちょっとゼラチン多めにしてみました、今回。ちょっとめっちゃこぼしてるから拭きます。よいしょ。よし、できた。そしたらこれは粗熱が取れたらラップをして冷蔵庫で3時間くらいかな、冷やしていきます。見て、このお皿がね、じゃーん、結構ジャストフィットだったので、これでドームケーキを作っていきたいと思います。まずはしっかりラップを引いていく。こんな感じかな。こんな感じでしっかりラップをね、引いておきます。そしたら先に生クリームを作るか。先を急ぎましょう。待って、これ足りなかった説ある。そんな
ことある？だって5号サイズの方がいいか。とりあえず5号サイズでくり抜きます。わかんない、ちょっと。ここ置いちゃおう。ここに、こう入れていくんだけど、6号サイズでちょうどいいかなと思ったんだけど、6号サイズでくり抜いたらほとんど生地がなくなっちゃうので、5号サイズでちょっとくり抜いてみました。全然足りなくない？全然足りません。とりあえず残ってる生地をカットして足りない部分にはめていこうと思います。側面にねはめていく。あとだって4つ必要だよ、これだけでも。ほんと合ってる？これやばい、足りない。全然足りない。よいしょ。何にも考えてないからさ、計算とか全くしないから、理系なのにね。よし、これか。無事に側面の生地が敷き終わったので、次は中を埋めていきます。今日も味は普通のショートケーキにします。やっぱ白といえばショートケーキだからね。こんな感じかな。最後ね、この真ん中に生地で蓋をしたいから、ちょうどこのサイズだと思うので、これでちょっと先にくり抜いておきます。結構生地ぴったりかも。足りないかなとか思ったけど。はい。こんな感じでね、くり抜いておいて、こうやってはめられるようにね。で、余った生地は途中の層に使おうかな。ありあり。じゃーん。今日もね、中はみかんにします。本当はいちごのショートケーキにしたかったのに、スーパーに買い物に行った時間が遅くて、いちごが売り切れちゃってて、なので今日もみかんを買ってきました。こんなはずでは。もう円形にくり抜くスペースがないので、途中の層はちぎった生地を埋め込んでいきます。それちょっとフルーツ入れる隙間はなさそうだからね、ここはクリームで閉じちゃおうかな。ちょっとみかん大量に買ってきたのに、後で使うか。そしたら最後ね、これで蓋をします。よいしょ、合ってるかな。よいしょ。しっかりね、平らになるように押し込んでいく。これでしっかりドーム状になってくれるはず。ピーンってラップをして、これで一回固めて、冷やし固まったらひっくり返してお皿から出すっていう感じかな。じゃあ冷やしていきます。ちょっとね、リビングでマカロンを乾燥させてたんだけど、結構ね、いい感じに乾燥ができてるので、クッキーを作る場合にマカロンを焼いてきちゃいたいと思います。お菓子の家とマカロンのデコレーションでアイシングをしようと思うので、先にアイシングクリームだけ作っておきます。で、今回ね、多分白をめっちゃ使うので、白はマジで多めにやっていきます。まず硬い方ね。これかな。はい、できた。そしたらこれは塗りつぶしをね。全然硬さが違うよね。お菓子の家のアイシングは白一色なんだけど、マカロンの方でちょっと色を使おうと思ってるので、何色か用意しました。こんな感じでアイシングをね、準備できました。ちょっと緑とか多かったかなって思います。先を急ぎましょう。マカロンが焼けたタイミングでクッキーを焼いちゃいたいので、今のうちにクッキー生地をお菓子のお家の形に成形していきます。生地の量が多いから3枚に分けて伸ばしました。私はこういう作業台がまな板しかないからさ、なんかもっと大きい作業台が欲しいんだよね。パン粉練る時とかも使えるしさ。あ、でもしまう場所がないわ。マカロンがね、全部焼けました。ただ今回ね、すごいなんかピエが汚いんだよね。わかるかな。こっちはまだいいかも。これとか本当にやばい。これなんか誰かに踏まれたって感じのピエの出方な気がする。なんでこうなったんだ？なんでだろう。本当にマカロン難しすぎる。いつもと全く同じ手順で作ってるからさ。なん
なんでアンパンマンの時はあんなに綺麗にできたのに、今回こんなにちょっとあんまり良くないのか。難しい。まあ、とりあえずね、嘆いていってもしょうがないので、これは一旦ね、冷ましておきます、全部。そしたらクッキーの成形に戻ります。こんな感じで長方形のクッキー4枚と五角形のクッキーを2枚作っていきます。しっかり計算してサイズを測ってやってるんだけど、組み立てた時にうまくお家の形になってくれるか本当に不安です。よいしょ。2枚目。っていうか屋根と側面を同じ大きさにしてるんだけど大丈夫かな。でもちゃんと計算したしな。よいしょ。ちょっと先にお家の側面と屋根の1枚を焼いてきます。ちょっとね、あんまりスペースがないのでね。よいしょ。次はね、このお家の正面の部分をやっていきます。なんかね、去年ショート動画であげたんだけど、あの型をね、もう一回使ってもいいんだけどさ、ちょっと型がちっちゃくて、もう一回り大きいね、お家を作りたかったので、今回は自分で型を用意してるって感じかな。よいしょ。正面ができました。これは煙突の部分をね、作ってみました。ちゃんとはまってくれるかな？わかんないんだけどね。はまってくれますようにっていう風に祈って焼いていきたいと思います。家の正面の部分と屋根のもう一枚のやつと煙突をね、焼いていきます。多分ね、もういけるんじゃないかなって思うので、ケーキを取り出していきます。でこうして、せーの。お願い、出てください。あ、いい感じかも。どうちょっとわかんないけど。そしたらこのままラップをしていきます。なんか下の方がお皿と垂直になっちゃってて、ドームケーキってちょっと言えないので、クリームで形を調整しました。ドームの形になってきたら、ムースフィルムを使ってね、整えていきます。よいしょ。おう、いい感じ。こんな感じでできました。結構綺麗じゃない？ちょっとこれで一回ね、冷やしてきます。結構いい感じだと思います。そしたら先にパンナコッタを仕上げちゃいます。ゼリーを作ったので、これをね、適当にこうやって。てかゼリー足りなかったかな？適当に作っちゃった。ちょっとね、ブルーハワイを入れて、少しね、水色っぽくしてます。ここにゼリーを入れていきます。よいしょ。あ、ギリギリ足りそう。そしたらここにこの雪の結晶のね、シュガーがあるので、こうやって入れてく。こういう感じでね。どうかなこんな。てか溶けないかな？大丈夫かな？いいか。カップの方のパンナコッタはちょっと周りを温めてね、このお皿に出そうと思います。こうやってやって、うまくいくかわかんないけど、いってやって、いけた気がする。せーの。っていう感じで。どうめっちゃ可愛くない？ちなみにこれね、一回やったの、練習で。そしたらね、結構汚くなっちゃったんだよね。こっちは結構綺麗にできました。可愛い。もちろんこれだけじゃ寂しいので、生クリームでツリーのデコレーションをしました。どう？今回はホワイトクリスマスだからね、ツリーも白色です。どうかな？溶けちゃうかな？ツリーは雪が積もってる感じにしたいから最後に粉糖をかけました。仕上げにデコレーションをしたら完成です。こんな感じでどうですか？せっかく買ったしこれ使おうかな。この森の小人？絶対違うよね。やめます。メリークリスマスのねピックがあるのでこれちょっと使おうと思います。かわいい。これもコッタで買ったんじゃないかな。ちょっと忘れちゃったけど。じゃん、こんな感じでね、パンナコッタの方が完成しました。
なんか雪っぽい感じにしたいから、こういう水色とかね、白とかで統一した雰囲気にしました。ゼリーがめちゃくちゃプルプル。こんなこともプルプル。なんか落ちたけど。完成。じゃーん、やっとクッキーです。問題はこのクッキーなんだよね、本当に。うまくできるかなわかんないけど、ちょっとやっていきます。まずは接着部分にアイシングを塗って組み立てていきます。ちょっと一旦落ちて、これで固まるのかな。まあいいか、とりあえずね、これで一旦放置します。はい。実はお菓子の家で余ったクッキーでおまけクッキーをいろいろ焼いたので、お家を固めてる間はこっちのアイシングをしようと思います。こんな感じどうかな。ちょっと待って、危ない。くっつける前にまずはね、これをデコレーションしなければいけなかった。でね、あとね、窓をね、開けようと思ってたのにさ、全然忘れてた。本当に最悪。ということで、まずはおうちクッキーのそれぞれのパーツにアイシングで模様を描いていきます。この模様は前もってデザインしてたとかではなく、もう自分は芸術家だってなった気持ちで適当に描いてます。こんな感じで正面ができました。とりあえずごちゃごちゃしてたら可愛いかなみたいな感じで描いてます。はい。ということで次は側面ですね。どうする側面。本当にどうしよう。本気でどうしよう側面。わかんない。汚いな。いっか。チョコを温めてきたので、これをね、接着剤代わりにしようと思います。このさ、アイシングした部分は絶対に触れられないからね。チョコで接着する方が頑丈な気がするので、結局こっちでやることにしました。そこ。これで一回冷やしてきます。待って、やばいんだけど、本当に。崩れそう、怖い。チョコが固まるまでこっちアイシングして、でチョコが固まったらまた家を組み立ててって繰り返していこうと思います。どうかな、ツリー。なんかぽくない本当に。じゃーん、できた。さっきよりいい気がする。わかんないけど。見て、今こんな感じです。そしたら次はね、これをくっつけていきます。ちょっとね、時間がなくて、裏はやってないです。前しかやってないです。許してって感じ。この箸でつけるのが、これ、正しいのかわかんないけど、とりあえずやりやすい。箸正解かもしれない。ガッチャン、ガッチャン、ガッチャン。ガッチャンコしたわ。いい感じです。ちょっといびつさはあるんだけど、まあお菓子の家だし、しょうがないかなということで、これで一旦固めてきます。じっくり見ると汚いんだけど、遠目で見ると結構いい線いってる気がするんだよね。ということで冷やしてきます。待って、屋根見て。ここ隙間できちゃう。ミスったー、設計ミス。これはあかん。どうする？こうってやったらだってさ、こっちがさ、はまらないから、まあこうやるしかないよね。で、ちょっと後でここの隙間を隠すしかないね。ちょっとやってみようか。今ここにチョコを塗ったので、それではつけていきます。てかさ、絶対に重力で落ちる気がするんだけど。私がこうやって押さえとかないと。ちょっと待って、
これいつまで押さえとくんだ。これ押さえとかないと重力で下落ちてくの。屋根が。やばい。何もできないよ。そうだったらこっちもつけて一緒に押さえていった方がよくない？絶対に。左手で屋根を押さえながら、こう右手でこう塗っていく。また建築してるよ。この間建築したばっかなのに。この間のお家は良かったね。本当にね。こっちも頑張ろう。本当はさ、窓を開けて中にライトを入れようかなと思ったの。なのに、クッキー穴開けるの忘れたってよね。いけるか。あ、ちょっと離してもいける。オッケー。オッケー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 。これで2つ同時に押さえられる。ちょっとみんな、これ、動画としてつまんなすぎない？この押さえてるだけの。手を離しても落ちてこない屋根が。これで冷蔵庫入れてきます。いい感じ。しっかり固まったので屋根の方もアイシングしていきます。はい、できた。そしたら隙間の部分とかチョコが見えてる部分にもアイシングをして隠していきます。いい感じな気がする。ねえ待って、煙突忘れてたんだけど。つけよう。せっかく作ったし。ここにチョコを塗って、ここら辺？どじゃーん、煙突取り付けられました。ど。無事煙突もつけられたので、最後に屋根の部分を仕上げていきます。いい感じ。最後に溶けない粉糖を振りかけて終わりにします。待って、できたかも。ということで皆さん、お菓子のお家ができました。かわいい。ちょっとね、いろいろサイズが違うとかいろいろあったんですけど、うまくごまかせたんじゃないかなと思います。ちょっと茶色が濃いかなって思ったんだけど、ドンピシャだった。作ったら。かわいい。お菓子のお家を進めてる間にね、こっちの余ったクッキーの方もね、しっかりアイシング終わってます。こういうシンプルな感じもめっちゃ可愛いね。お菓子のお家とアイシングクッキーね、全部終わりました。これめっちゃ重かったけどめっちゃ可愛い。今日の目玉はね、やっぱりこの子たちだね。いい感じです。お菓子のお家ができてもう全てが終わった気になっちゃってるんだけど、切り替えてニット帽ケーキを仕上げていきます。待って、やばい。ちょっと、本当にやばい。本当に終わってる。見て、これ。ちょっと待って。本当に終わってる。ちょっとどうしよせっかくマッペしたんだけどな。ちょっとここから盛り返すか。最悪。本当に最悪。今回クリームが弱かったのかな。見て、だいぶ立て直しました。ちょっとね、ここからデコレーションしていこうと思います。ここからは生クリームを絞ってニット帽の模様をつけていきます。やっぱり失敗すると落ち込むしめちゃくちゃネガティブになるんだけど、それでもなんで失敗したかっていうのをぶつくさ言いながらね、自分自身で反省している時間なので、ネガティブモードは私にとってめちゃくちゃ必要な時間なのです。8方向等間隔に大きめのクリームで模様を描いて、その間にさらに細かい模様をつけていきます。とりあえず最後にボンボンを乗せるとして、この下のところを描きたいんだけど、もうね、不安でしかない。本当に下のとこ、これどうするって感じなんだけど、どうしよっか。ちょっと頑張るか。ちょっと待って、汚い。ちょっと待って、どうしたらいいのこれ。逆こう。これ裏側だから、ケーキの。待って、本当に無理なんだけど、ここが邪魔して絞れない。手
結局正解はわからないんだけど、下から上に絞っていくことにしました。なんか下の模様から先に絞るべきだったのかも。どうしても着地点が汚くなっちゃうから最後にクリームで隠しました。そしたらね、さっきロールケーキの生地余ったやつでね、こんな感じでボンボンを作ったので、これをね、ここに乗っけたいと思います。よかった、食べちゃわなくて。なんかさ、つまみ食いしてたからさ、危なかった。じゃーん、こんな感じでね、これをここに乗せたいと思います。なんかクリームつけてから乗せるべき？いいか。はい、乗せます。そしたら最後にボンボンにもクリームを絞ってあげます。どう？できた。なんか一時は本当にどうなることかと思ったけど、なんか結構良くない？ボンボンも。まあちょっとね、汚いところはあるけど、まあニットなので、まあいいかなと思います。ということで、ニット帽子のケーキが完成です。これはね、ほんとアクシデントやばかったね。ということで冷やしていきます。そしたら本日最後のスイーツだね。マカロンをパパって仕上げちゃいます。めちゃくちゃお待たせしてごめんね、マカロン。今日ピエ出すぎじゃない？これ絶対空洞が起こってるよ。じゃあ中見てみましょう。おっと、わかんないな、これ。これじゃわかんないけど、今回のマカロンは失敗だね。表面のパリッと感が少ない。でもうまい。マカロンって失敗しても味は美味しいよね。マカロンを食べた時の後味、最高。今日のピア本当にごつい。そしたら仕上げにアイシングでデコレーションしていきます。今日は全体を白っぽい感じのスイーツにしたいので、色は使うんだけど控えめな感じの柄にしました。どっちも可愛い。こんな感じでマカロンもできました。今日はちょっとお菓子のお家に体力がほとんど持ってかれてしまって、残りの体力を振り絞ってアイシングを頑張りました。ということで最後の一品も完成。ということで本日も全部のスイーツが完成しました。かわいい。ちょっとね、クリスマスの第1弾としては落ち着いた感じでいいかなって思います。どっちの方が目立ってるかな？ニット帽のケーキとお菓子のお家？皆さんにこのお菓子のお家の魅力が伝わってると嬉しいです。サイズミスとかもあったんだけど、無事に完成してよかったです。これは後でお友達と一緒に食べたいと思います。そしてこれめちゃくちゃ気に入ってるので、これはねチェキでパシャリしたいと思います。じゃあまたねー。大人ったこと早く荷造りをしなさい。子供ばっかりで親はいない。ここは個人家だ。あんたフランス語でちょっと中になんかこれすごい流行ってる。ありがとう。あ、なるほど。素敵。嬉しい。ありがとう。わかりました。すごい。しておきました。かわいい。今年のクリスマス第1弾はホワイトクリスマスをテーマにおしゃれめなスイーツをねたくさん作ってみました。お菓子のお家は毎年この時期に作って年々レベルアップさせたら面白そうだよね。まだまだクリスマススイーツは作ろうと思うんだけど、次はどんなスイーツを作ろうかな。考えるだけで幸せということで、今日の動画はここら辺で。最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。